前からビジュアルストーリーテリングという手法と言ったらいいんですかね。ドキュメンタリーの作品を作るようになりまして、今回その一番最近作っていたプロジェクトであるスーサイドブームというものを展示させていただいたんですけども、ベストエマージングフォトグラファーアワードっていうのをいただいたんです。2015年に僕の友達が一人自殺してしまっているんですね。何かしたいってすごく思ったんですね。で、そのためにまず過去の事例についてリサーチを始めたんですけど、伊豆大島っていうところですごくたくさんの人が火山に飛び込んで自殺をしたっていう話だったんですよ。で、そこからリサーチをして伊豆大島に行って、図書館だったり役所だったり現場に行ったりとかして、これはじゃあ何なのかっていうことを考えたときに、ウェルテル効果っていうものがあるんですね。で、最終的に4万字ぐらいなのかな、英語でテキストを書いて、で、撮影を始めていった。ダミーブックというハンドメイドの本を一緒に作っていくっていうことをやって、最初の方で出てくるエピソードがあるんですね。ここっていうのが僕の友人で2011年に一度失踪するんですよ。で、その時に彼は日本中の要は自殺の名所っていうのを樹海であるとか東尋坊であるっていうのを巡ってたんですね。青木ヶ原樹海っていうのが日本で特に一番有名な自殺の名所ですけど、富士山の麓にある原生林なんですね。静かだし人が来ないし、そこで死んでも見つからないというか、今は地元の人がそこで死ぬっていうよりも外部から来てそこで死ぬっていう人の方が増えてる。ここが全部要はリサーチのページですね。この女性が1933年に引き起こされた群発自殺っていうんですけど、その最初の自殺をされた女性なんですね。綺麗な女性なので、当時の報道ですごく多用されたわけですよ。で、それをフォローする形で1年間の間に944人の方が、実際未遂も含まれてるんですけども、その島にわざわざ行って自死を行う。彼女の死というものが、多くの人によって繰り返し模倣されていく、コピーされていくっていうことを、行為として再現するために、彼女のイメージをコピーしてはコピーしてっていう感じで繰り返していったんです。彼女の顔っていうのがもうほとんど崩れていって、ドットの集合体みたいになっていくんですね。1933年に起きた大きな、群発自殺のケースに始まり、岡田由紀子さん、シンガーが亡くなられた時なんかに、1ヶ月で30人ぐらいの方が後を追ってしまったとか、最近だと、新小岩駅っていうのが一時期自殺の名所のように言われたんですけど、そしたらメディアはどうしてもあの駅でまたっていう風にそれをカウントし続けてしまったので、要は人々の間であの駅で俺も死ぬからお前もみたいなような会話をしてしまったりとか、人の心理としてはそこに続いてしまうっていうことが起こっちゃうんですよ。なんかよく自殺の名所に何か特別な意味があるっていう風に人は考えたりするんですけど、じゃあそうじゃなくて、じゃあその場所っていうのをどう人が伝えたかっていうところにしかその原因がない。今はまた個人で NPO の方とか、やっぱ地元で実際にそのところに毎日のように行って話をしたりとか減ってきているっていうのはあると思います。東尋坊の横にある電話ボックスっていうのは相談に乗ってくれる人の電話番号がいろいろあるので、そこにかけてくださいっていうような形で置いてある。その被写体になってくれる人10人いってないぐらいなんですけど、そういう話を友達とかとしてるときに、実は自分も自殺未遂をしたことがあるとか、友達に協力をお願いして彼らの写真だったりインタビューの内容だったりっていうのを入れて、今となっては日本の自殺者数っていうのは2万3万人切って、なんだったら韓国の方が今大変な問題になってると思うんですよね。
まあなんか大きくカテゴライズすると、まあ健康問題だったり、人間関係だったり、経済の問題だったり、仕事とかといじめでっていうのがあるわけですけど、本当にいろんなものが複雑に絡み合ってなってるので、まあなんかその生活の中で追い詰められている時とかですよね。電車に飛び込んだら、こう、すごく楽になるっていうようなことを、まあ、思って、別になんか、今思うと、そんなに大変な状況だったわけではなく、単純にその時、自分の中で短絡的に結びついて考えてた、だと思いますね。その思ってる、そのは、実は別の要素によって見えなくされていたりとか、もっと他の方法がきっとあるだろうし、それを社会でこれから作っていくためにみんなの意識は変えていかなきゃいけないなっていうことですかね。